はい、どうもです。今夜の港に来てるんですけども、今日はですね、マグロジャーキーができるまでをね、皆さんにお見せしようかなと思いまして、実際にキハダマグロがどんな感じで漁獲されて、で、それがどんな感じでさばかれて、どんな感じで加工されてるのかっていう、の3段階をね、お見せしようかなと思います。マグロ漁ね、僕も実際に同行したいんですけども、朝2時出発で、24時間から36時間ぐらいね、漁に行って、そこから帰ってくるというね、とてつもなく過酷な漁法ですんで、ちょっとまだ僕ね、体調的に行けないということで残念なんですけども、ちょっと映像だけになりますが、漁獲映像、見ていきましょうか。さて今日は近場のポイント、島から 3,4 時間の場所に向かいます。ちなみにみんな、沖永良部島どこにあるか知ってますか？ここなんですよ。めっちゃちっちゃいですよね。ただ沖永良部島の漁場自体は結構広いんで、ちょっとマグロ釣ってくるわっていう距離ではないんですよね。というわけでポイントに向かっていきます。この人は凄腕漁師の明おじちゃん。撮影お付き合いいただき本当にありがとうございます。ついに夜が明けてきました。で、マグロがいるポイントをですね、魚礁って言うんですけど、こんな感じでね、波がね、ものすごいんですよ。針に餌をかけていくんですけども、ここは企業秘密ということで、モザイクをかけさせてもらっています。決して悪いことをしているわけではありません。数十個の針を餌につけ終えたら、海に流していきます。で、この投げる時に手に針が刺さったりするんですけど、マグロがかかってもちぎれない糸なんで、もちろん手がちぎれます。手際よくやってるんでわからないんですけど、これね、めちゃめちゃ危険なことやってるんですよ。漁師の中にはですね、もう手の神経がない人もね、かなりいます。さて、2時間経過したので上げていきます。果たしてマグロはかかっているのでしょうか？人間のパワーでは上がらないので、こういう巻き取り機を使って上げていきます。では水中を見てみましょう。立派なキハダマグロが上がってきてますね。これは20キロ超えてるんじゃないでしょうか。明おじちゃん曰く200キロマグロが取れたら大量みたいです。これが10匹釣れれば大量ですね。これ明おじちゃんね、普通にラインを扱ってるんですけど、めちゃくちゃ危険なんですよね。ちょっとマサルに変わりますわ。ちょっと今ダウンタイムなんで、ナレーションが鼻声でみんなごめんね。さっきね、これ、明おじちゃんが使ってたラインと同じものなんですけど、これめちゃめちゃ危険なんですよ。もちろんさっきね、針刺されて、こことかにさ、刺さるじゃん。刺されたらもうそのままちぎれていくか、海の中に引きずり込まれて死ぬか、もう思いっきり抜くか。あんなマグロにかかるようなでっかい針だからさ、そんな針を抜いてしまうと神経もね、やられちゃうんだよね。で、もっと怖いのが、さっきこうやって明おじちゃんがさ、マグロ引き上げたじゃん。で、仮に一瞬でも指にこうなってしまった場合に、マグロが暴れたら、これ指飛ぶんすよ。やばくないですか？めちゃくちゃ危険なことやってるわけよ。そう。だからね、売れてほしいんだ。で、そんな危険なことやって、取ってるものがさ、売れなかったら悲しいじゃん。っていうことで、危険さを説明したかった。戻りましょう。というわけで、立派なサイズのキハダマグロが上がってきました。もうこれね、20キロのマグロ船に上げるのめっちゃ大変なんだよね。よいしょ。上がりました。そしたらすぐさま脳天締めをしていきます。これはマサル初めて見る手法ですね。脳天締めはせずに神経締めの穴だけ作ってますね。で、こっから神経締め。こんな方法があるんですね。そして取れたマグロはすぐさま内臓とエラを外していきます。これをするかどうかで魚の価値が大きく変わっていきます。エラ膜を切ってエラを折る。で、しっかりと両方のエラ膜を切ってますね。エラ膜を切ってからパワープレイ。こっから内臓ごと引き出していきます。いやー、うまく外れましたね。魚は内臓と血がね、匂いの根源なんですぐさま外した方がいいんですよ。で、この危険な作業をだいたい5セットやるそうです。ちなみに電波ないんで、携帯いじったりもできないんですよ。これ1投目なんですけど、どんどんマグロが上がってきますね。今日は好調なんじゃないでしょうか。朝2時に出港した漁ですが、もう真っ暗です。なんてハードな漁なんだ。さて、マグロはどれぐらい取れたのでしょうか。1匹、10匹以上は取れてそうですね。
200キロありそうですね。で、このサイズともなるとかなり重たいんで、尻尾に輪っかをつけてクレーンで引き上げていきます。そしてようやくここで魚が競りに並びます。この日もほとんど我々が購入しまして、スタッフもね、かなりの量で大変だったようです。はい、というわけでキッチンに来ました。本当はですね、工場でさばきたかったんですけども、髪の毛1本入ったらもう終わりの世界ですから、一つ撮影するって言ってもいろんなもん持ち込まなきゃいけないんですけども、こういうライトとかね、持ち込めないんで、3枚に下ろすまでがどうなってるのかっていうところをここからお見せします。ということで早速、観察していきましょう。はい、こちらがキハダマグロですね。まな板が150センチなんで、だいたい体長120センチの重さ32キロの個体になります。32キロとは言ってもですね、鮮度を良くするためにですね、船の上でこれエラとか船の上で内臓はね取ってあるんで、内臓とエラを取っといて32キロなんで、実際の魚体としては40キロ近い個体ですね。ちなみにですね、もう日本人の人はですね、もう魚を適当に総称しまくってるんですけども、こちらキハダマグロっていうマグロで、お寿司とかに使われてるむちゃくちゃ脂が乗ってるあのマグロは本マグロっていう種類ですね。キハダマグロの特徴としてはそんなに脂が乗ってなくて、本マグロよりもですね、ちっぽい味が薄いんでもちもちして食感も美味しいという、見た目はほぼ一緒なんですけど味は全く違います。そして名前の由来はですね、背びれと腹びれが黄色いことからキハダマグロって言われてます。ここのね一番長い背びれなんですけど、これね成長するにつれてどんどん長くなっていきます。50キロぐらいの個体だと尻尾に近づくぐらいね長くなるという特徴を持っております。でそしてですね、ここちょっとね傷ついてるんですけども、これダルマザメっていうねサメがいるんですけども、それがね釣り上げてる瞬間にかげりついてくるんですよ。これはねダルマザメの噛み跡ですね。でこういうキハダマグロみたいな遊泳する魚の特徴なんですけども、なるべく水の抵抗を減らすようにヒレをね収納できるようになってるんですよ。収納するとまっすぐになる。こことかもですね、ヒレが収納できる。はい、ということで長い説明が終わったところで3枚におろしていきましょう。よいしょ。よいしょ。まずはここですね。キハダマグロぐらいの回遊魚になるとここね水の抵抗すごい受けるみたいで、それカッチカチなんですよ。で普通に包丁入れたら入らないんで、包丁をまず入れていきます。で今度は反対側ですね、逆包丁で入れていきます。これねマグロさばくのがね、魚の中で何難しいって言われたら結構ねマグロ上位に来るんですよね。骨の形知らないとマジでさばけないと思う。長いヒレの付け根の部分から包丁入れていきます。もうあとはパワープレイ。こうやって、ここのね硬い部分が取れるわけですね。これをやるとさばきやすくなります。じゃあ次はですね、頭を落としていきます。硬い部分ね包丁入らないんで、普通魚ってこうやって包丁入れていくんですけど、これをね取らないとねこの辺からとか包丁入っちゃうんで変な感じになっちゃうんですよね。まず頭を落としていくんですけども、ここにねレールみたいなものがあるんで、これを取っていきます。取りましたら、でここ硬いんでちょっとこうやってもう切っときましょう。ひっくり返します。30キロオーバーの魚はマジでひっくり返すだけで重労働なんですよ。マグロとかはねひっくり返しやすくていいんですけど、赤マンボウとかやばいからね。反対側行きましょう。一緒でゼイゴみたいなところを取って、背骨はですね、よいしょ、こうです。こんな感じで背骨は引きちぎります。であとですね、工場でも見せるかもしれないんですけども、例えば頭肉がここに入ってるんですけども、こういう頭肉とかもですね、しっかりとジャーキーにしていってるわけですね。ちょっと滑るんでキッチンペーパーかましておきましょうか。はい、ということで頭を落とし終わりましたんで、ここから5枚おろしの要領でさばいていきます。まずここ尻尾に切れ目を入れていきます。ここにね背骨があるんですけども、背骨に沿ってこうやって包丁入れていきます。でこの背骨に当たらないと
さばくのが非常に難しくなってきます。さて背骨に当たってるでしょうかね。わかりませんが、はい、そしたら包丁を入れていきます。骨を感じながら包丁を入れていくとか言いますが、よいしょ、骨ごと切ってやりました。ちょっと血合い骨がここら辺つながってんな。よいしょ。これがようやく背の身がおろし終わりました。このままだとねちょっと扱いづらいんで半分に切っておきましょう。最後なんで力いっぱい切ってたかと言いますと、ここに血合い骨っていうのが入ってて、この血合い骨っていうのと背骨がつながってるんですね。でここを両断してました。これを両断するのに結構力がいるわけですね。では反対側ですね。ちょっと失敗してんな。よいしょい。はい、これが腹側ですね。本マグロと違ってこの腹の身もね大トロみたいに脂が乗ってないんですね。でちょっと味見してみましょう。うめえ。ジャーキー結構不揃いなんですけど、こういうネギトロの部分とかも残さず使ってますんで、形がね一個一個違うんですよ。でこのネギトロもこの身を多く残してしまった場合はちょっと分厚くなってしまうっていうね、こんな感じで、これもねほんと普通に食べれて美味しいんですけど、こういうのもねジャーキーにしてます。さていきましょう。ちなみにマサルはですね、基本的に工場でねマグロをおろしてないんで、工場で働いてるメンバーはもっとめちゃめちゃうまいです。これ今どうなってるかっていうと、反対側にここの骨と身の間に包丁を通しています。でこの背骨とつながってる強固な骨を外していく。はい、俺が伝えたかったことはこれ。スタッフの人にねさばいてもらったらパパパパってさばいてしまうと思うんですけど、この1匹のマグロさばくだけでもねすごい大変なんですよ。血合い骨を落としていきます。で皮が残ってるんでもう一発、なるべくねこの骨の部分はね廃棄するか、もしくは煮付けにするかぐらいしかね用途がないんで、なるべく身が残らないように取っていきます。このね骨付きの血合い肉をですねペットフードにできないかと、ここの部分がもしかしたらペットフードのジャーキーになるかもしれません。このようなカルシウムとタンパク質のね結構栄養源ありますからね。はい、ということで3枚おろし終わったんですけども、残りはですねこんな感じでブロックにして隣人にね配ります。せっかくだったらジャーキーにねしたいところではあるんですけども、やっぱどうしてもね衛生管理面でジャーキーにできないんで、はい、そしたらここから工場に潜入してみましょう。はい、というわけで工場にやってきました。中でですねみんなスタッフがね絶賛動いてるところなんですけども、ここからですね声張りますと商品に唾が入ってしまう可能性がありますんで、一旦ね静かに行こうかなと思います。ということで入っていきましょうか。めちゃめちゃお金かかって工場を建てたのに、ここオープンするの3回目ぐらい鍵しまって、じゃあ入っていきましょうか。という感じでね、こんな衛生管理バチバチにやってるんですけども、これねなんとすごいですよ。衛生管理やるだけで毎月コンサル20万かかってますからね。これが普通です。もっとでかい工場だと月ね50万とかかかります。逆に言えば適当に YouTuber がやってて安全面心配だなってね思われるかもしれないんですけども、逆に YouTuber だからこそ一発の失敗で終わるんでね、ガチガチにやってますんで、そこはね安心していただけたらなと
思います。年間240万ですからね、気合入ってます。というわけで工場見学をやっていくんですけども、あまりにも忙しすぎて工場見学動画をね、綺麗に撮れなかったんで、もう一回撮らせてください。ちなみにこのマグロはビンチョウマグロなんですけども、実はマグロジャーキーですね、キハダマグロがメインなんですけど、メバチマグロとビンチョウマグロも入ってます。なんでね、毎回いろんな味が楽しめるんですよ。さてスタッフさんはもうお手の物ですね。で、こっからぶつ切りにして皮を引いていきます。ぶつ切りにしないとね、どうしてもね、皮が引きづらいんですよね。で、柵取りができましたら、ジャーキーの形に切っていきます。いやー、これだけでもうまそう。食いてー。そしてマグロの肉は少しでも無駄にしたくないので、頭肉もしっかりと外していきます。この頭肉もジャーキーになります。そしてもちろん中落ちもジャーキーにしていきます。ジャーキーの形が不揃いなのは少しでも食材を無駄にしないために全ての部位の肉を使っているからなんですね。さてこっからは秘伝のタレに漬け込んでいきます。これね、もう多分ね、他社では再現不可能なぐらいこだわりました。皆さん普段ビーフジャーキー食べるじゃないですか。これは断言できるんですけど、コンビニのビーフジャーキーより絶対にこのマグロジャーキーの方がうまいです。多分ね、普通にびっくりすると思う。ちなみにこれで漬け丼やると死ぬほどうまい。で、こっから数時間味を染み込ませていきます。液が垂れたりしないようにしっかりとした容器に入れて冷蔵庫に入れていきます。さて数時間経ったものがこちらになります。ちょっとね、見た目は綺麗ではないんですけど、これを乾燥させたものがマグロジャーキーになります。で、この乾燥機も結構高かったんですけども、皆さんのクラウドファンディングのおかげでなんとか購入することができました。本当に皆さんありがとうございます。さて乾燥が終わりました。マグロジャーキーの唯一の欠点はね、見た目が終わってるんですよ。見た目が終わってるんですけど、めちゃめちゃ美味しいんですよね。なんか茶色いものほどさ、美味しくない？唐揚げとかさ、カレーとかさ。そして一つ一つ袋に入れまして、封をしていきます。この機械もクラウドファンディングの資金から購入させていただきました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、こちらが完成したマグロジャーキーでございます。いや、結構ね、マグロを取るところからってなるとね、長い道のりだったと思うんですけども、いろんな人のね、努力が重なってようやくこれがね、できてるわけですね。ということでね、せっかくなんで食べてみましょう。で、中身はね、結構パンパンに入ってるんですね。30g なんですけども。では、いただきます。ビール安定にうまいですね。で、ジャーキーを食べます。やっぱめっちゃ酒と合うな。このジャーキーがですね、結構ね、みんなが思ってるよりも硬くて、長時間食べてられるんですよ。イメージスルメに近い分類だと思ってほしいんだけど。で、コンセプトは長尺の YouTube だったりだとか、Netflix だったりとか、見ながらお酒を飲みながらつまめる、そして太らないおつまみということでですね、相当歯が強くて、飴ゴリゴリ噛んじゃう人以外はですね、30分から1時間ぐらいね、楽しめるんでね、お酒のあてにね、めちゃめちゃおすすめでございます。で、俺ね、子供の頃からビーフジャーキーがめちゃめちゃ好きで、それの魚バージョンを作りたいなって思って、ビーフジャーキーみたいな結構がっつりした味に仕上がってるんですけど、ビーフジャーキーとは違ってですね、これね、すごいのが、太らないんですよ。これ内容量 30g なんですけど、脂質がなんと 0.2g しかないです。これどんぐらいやばいかっていうと、鶏胸肉と同じぐらいです。鶏胸肉より脂質少ない可能性まである。で、なんとですね、30g 中、タンパク質 16.4g 入ってます。ザバスとかのさ、プロテインのドリンクあるじゃん。あれ 15g か 20g じゃん。だいたい。マグロジャーキーで 16g 補えます。筋トレとかしてね、減量中の方とかね、こういうもの食いたいなとか、ダイエット中だけどなんか口に入れたいなった時とかね、マジでおすすめです。子供もめっちゃ好きな味になってるんで、ポテチとか血糖値が急激に上がるようなものを食べるよりは、こっちの方が健康的かもしれませんね。で、映像でですね、結構いろんな形に切られてたりとか、いろんなマグロのサイズとかもバラバラなんで、部位ごとに違う味が楽しめるんですけど、中にはマジで硬いのとかも入ってるんですね。そう、こういうね、デカめのやつが来た時は、ライターですね。ライターで炙りますと、
これ柔らかくなるんですよ。どんなお酒に合うんですかみたいなね、コメントもね、来たりするんですけども、マジでめっちゃ甘いカクテル系以外やったら何でも合いますね。ビールもいいですし、ジュワイ系ももちろんいいですし、ハイボールとかね、ああいう系もめちゃめちゃ合いますね。焼酎もいいですね。はい、終わりました。ちなみに今500飲み切ったんですけど、まだ2切れぐらいしか食べてません。マジでお酒が進む食べ物ですよね。で、最後にお知らせになるんですけども、なんと本日からですね、ジャーキー再販いたします。はい、いつも売り切れてて申し訳ないんですけども、ようやくね、再販できるぐらいね、在庫が整いましたんで、ぜひぜひね、売り切れる前に購入していただけたらなと思います。で、ネットショップで売り切れたらどこで買えばいいんやっていう話なんですけども、今ね、お酒の美術館っていう全国88店舗あるね、バーなんですけども、お酒の美術館さんでジャーキーを仕入れてもらうようにしてるんで、お酒飲みながら、普通にジャーキー購入していただくことも可能ですし、ただね、全店舗まだ行ってないんで、この動画出した時点でどの店舗行けてるかっていうところなんですけども、であとですね、これめちゃめちゃ喜ばしいことなんですけども、なんと、那覇空港に置いてもらえることになりました。素晴らしいよ、これ。ここら辺にね、ちょっと画像貼っとくんですけども、那覇空港のこちらのお店で購入することができます。沖縄に遊びに行った際はですね、ぜひマグロジャーキーね、購入していただけたらなと思います。ということでですね、これからも島の漁業を盛り上げるために、頑張っていきますので、何卒応援よろしくお願いいたします。ということで、それでは腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。